今日はですね、納車されたばかりの2台バンテック JIL520 とダイハツミゼット2の愛車紹介します。 JIL520 は13年落ちの中古車、走行距離約3万キロ、598万円、ゴーキュッパで購入しました。今新車だと1000万は軽く超えます。中古車だと半額です。ただ設備が古くてヤバそうでしょ。でもね、昔のキャンピングカーすごいんです。もうね、びっくりするぐらいの設備が搭載されています。後で詳しく紹介します。ミゼット2は24年落ち59万8000円。これもまたゴーキュッパです。こんな遊び心満載な車、ダイハツさんよく作ってくれましたよね。今は生産終了しています。これは近所走行するようです。今考えているのは庭の除雪で使えないかなと思ってます。この前にですね、スノープラウ、大きいブレードのようなものを取り付けて小さい除雪車にならないかなと思ってます。もう一つの用途はゴミ出しです。うちの家ちょっと田舎なんでゴミ出し車でやります。ここにそのままゴミ掘り込めます。あとはキャンプや車上泊にも使ってみたいです。使い方は無限大です。JIL紹介したのにミゼットも紹介させていただきます。これ合法なんていうぐらい面白い車です。プラモデルに乗っているような感じです。はい、河川敷移動しました。まずはJILから。なぜこのキャンピングカーに決めたのか大きく分けて2つ理由があります。コンビニなど駐車できるサイズでできるだけ大きいキャンピングカー。2つ目はフル装備、トイレ、シャワー、エアコンのついているキャンピングカー。当初は 4WD のもっとコンパクトなキャンピングカーを考えていましたが、能登半島の地震で家が被災して考え方が変わりました。自分の家も被害を受けました。そして実際にキャンピングカーで避難車中泊してみて大きく考え方が変わりました。もうできるだけ大きい方がいい、大きさが正義という考えに変わりました。その中でも普段使いできるギリギリの大きさのサイズを選びました。田舎に移住したので駐車スペースはあるし、道路も比較的広いのでこのサイズにしました。カムロードベースのキャブコンの中では最大規模のキャンピングカーになります。全長516センチ、全幅が206センチ、サイドオーニングついてますんで、それを含めると211センチ、全高294センチ。2つ目の条件、フル装備のキャンピングカー。トイレとシャワー、家庭用エアコン、この3つついているキャンピングカーを探しました。災害時は特にトイレ、シャワーは重宝するはずです。生活用水タンクが67リッターでお水もたくさん搭載できます。この理想の条件の中で価格が前のキャンピングカーを売却してプラス100万から200万くらいで探していて見つかりました。 JIL520 のスペックはこちらに掲載しておきます。エンジンは3リッターディーゼルターボ駆動方式 4WD、 ミッションは 4AT です。乗車定員7名、就寝定員5名、車両総重量3285キロ、3.5 トン以下なので普通免許でも運転できます。参考までに任意保険は7万円くらいでした。車両保険などもつけています。それでは外装から紹介していきます。ベース車両のカムロードは現行ではなくて一つ前のカムロードになります。青緑っていうんですかね、このラインがレトロさを感じます。今のキャンピングカーは全部白になっちゃったので、こういうデザインはもう今はないですね。このバンクの青いラインはちゃんと意味があって雨などがかからないようになっているそうです。そしてこのフロントバンパーのエアですね、これは当時オプションでした。このフロントから運転席とかまでつながっています。なんかこうやって見るとガンダムチックですよね。13年前のキャンピングカーなんですけど、結構なんかツヤもあって綺麗な状態です。走行距離は約3万キロだったんでガレージで長期保管していたかもしれません。サイドもフロント同様この青のラインが入っています。でこちら金色のデカールが貼られています。520の0のとこデカールが少し剥がれています。中古なんで仕方ないですね。バンテックさんは CS ボディを採用しています。つなぎ目のない FRP 一体成形タイプです。衝撃吸収に優れ、万が一の事故の時も乗員を守ります。つなぎ目がないので雨漏りの心配が減るのがいいですね。ボディの FRP の中に断熱材が入ってます。キャブコンの一番の強みですね。夏は涼しくて冬は暖かく過ごせます。ボディもう一つ特徴があって、この CS ボディを支えているこの下のところですね、これがソリッドスクエアフレームを採用しています。住宅で建てると基礎にあたりキャンピングカー全体の構成が強化されています。なので走行時高速道路でのコーナリングやカーブが多いところでも安定して走行できそうです。でこのタイヤ全部見えてるのがいいですね。
走行前にタイヤの異常とかも発見しやすそうです。こんな感じでタイヤの溝に小石噛んでる時も除去しやすいですね。右側運転席側のすぐ後ろに外部電源の入力があります。はい、この防水のコネクタ、こちらを挿して、そして反対側こちらを AC コンセントに挿せば電源が供給されます。その下燃料タンクになっています。でこのドアなんですけど、こんな感じで回すだけでロック解除されるんで、鍵がいらないタイプのドアになってます。これは便利ですね。ここに鍵を挿して給油することができます。軽油タンクは80リッターです。隣に LP ガスがあります。でこちらなんですけど、 LP ガスじゃなくてカセットガスでも使えるように前のオーナーさんが設置されています。 LP ガスなんですけど、充填してくれるお店が少ないんです。かなり不便なんですけど、 LP ガスに決めた理由が3つあります。1つ目が富山県の自分の住んでいる地域に充填してくれるガス屋さんがありました。2つ目は災害時です。 LP ガスかなり重宝します。電気はすぐになくなるんですけど、 LP ガスは長時間持ちます。なので災害も想定してガスにしました。3つ目なんですけど、キャンピングカーの情報発信をしているので、このガスも経験した方がより一層実用的な情報が伝えられるんじゃないかなと思います。今度4月にですね、ガスの講習があります。オンラインで受けれます。その講習を受けると充填できるようになるようです。しっかり勉強してまた動画でもお伝えします。で後ろの方、こちらに給水口があります。ここにホースを突っ込んでお水を入れます。67リッターです。その後ろはマルチルームにつながっています。この下はトイレのお物タンクです。これを引くと出てきて、ここから捨てられます。でこの上はトイレを洗浄する水ですね。こちらに入れます。でその上はトイレのマルチルームの窓があります。でその後ろ窓2つもこちらリアベッドの上段と下段の窓です。でここはリアのバゲッジスペースのドアになります。かなり広いですね。でその下こちらも収納スペースがあります。結構ここも広いですね。反対側のサイド助手席側になります。でこちら運転席側と違うのが、このまず入り口のドアがあります。そしてサイドオーニングもついています。でこのサイドオーニングはマンデクさん標準でついています。このサイドオーニングの上、こちらちっちゃいのがこのキッチンの換気扇の吹き出し口です。下の方ルーバーの中にエアコンの室外機があります。横に入り口があって、ここは冷蔵庫の排熱口ですね。そしてこちらはボイラー、その上にキッチンの窓があります。でここはリアのスペースになってます。で反対側からこんな感じで出し入れできます。でここには清水タンクですね、20リッターあります。これは飲み水とかに使えます。生活用水のタンクと別に用意してくれているのがありがたいですね。でこちらはリアベッドの窓になります。上段の方は窓がありません。車体下がこちらに排水タンクがあります。でこれですね、こっから排水が出てきます。こんな感じで蓋が取って、でここにホースとかつないで汚水流せるところにホースを持っていって、このレバーを引くとジャーって出ます。排水タンクは70リッターです。後ろのライト、これ縦に並んでるんですけど、なんかすごいレトロですよね。この一番上にあるのがこれリアスポイラーらしいです。これがあることによって高速道路の橋どう変わるか楽しみです。そしてこのナンバーのところ開きます。ここはゴミ入れにちょうどいいですね。穴開いてますんで汚れても洗い流せます。でここもバケッジドア後ろつながっています。だから3方向から荷物出し入れできます。この高い位置についてるこちらなんですけど、サイクルキャリアです。自転車を積めます。あとはこんな大きいボックスですね。で自分の軽キャンピングカーインディ727も積んでるんですけど、そういったもので収納も増やすこともできます。こちらはオプションです。でその隣こちらラダーは標準でついています。ここのフックを外すと使えます。これで屋根の掃除や雪落としもできます。ちょっと登ってみます。一番後ろに大きいソーラーパネルが乗っています。これ多分200ワットぐらいあると思います。でマックスファン、そしてテレビのアンテナでマルチルームの換気口、これなんですけど衛星受信できるアンテナです。結構綺麗に隙間なく設置されています。やっぱこれ高さ3メーター近くありますんで高いですね。ちょっと怖いです。ただ景色のいい車中スポットでしたら、このルーフ上がるとさらに絶景を拝めそうです。。リアのタイヤはこちらシングルになります。
現行のジル520はリアがダブルタイヤです。やっぱりダブルタイヤは安全性が高いので羨ましいですね。ただシングルタイヤのメリットもあります。まず乗り心地がすごいいいんですよね。特に雪道はダブルタイヤより断然シングルタイヤが快適です。あとはタイヤ交換と空気圧の管理が楽です。シングルタイヤのデメリットはやっぱりバースト時の事故ですよね。ダブルタイヤだったらそのまま走行できるんですけど、シングルタイヤは事故になっちゃいます。なのでより一層タイヤはチェックしていきます。交換時期も気をつけて、毎回乗る前空気圧チェックで、目視でもチェックしていきます。空気圧毎回チェックするのは大変なんで、後日エアモニをつけたいと思います。タイヤのホイールは15インチ、これノーマルのホイールから変わってます。前のオーナーさんが変えたようです。なのでワイドタイヤ履けるようになってます。ノーマルが195サイズなんですけど、これは215です。タイヤの幅が広くなったことでコーナリング時の安定、そして横風の煽り耐性も強くなっていると思います。でこちらなんとこれリアなんですけど、黄色いやつですね、あれがショックアブソーバー変わってます。ビルシュタインです。でこれフロントなんですけど、ここも変わってます。黄色のやつありますよね。なので前後4本強化ショックアブソーバーに変わってます。これはラッキーでした。あと足回り強化できるのはスタビライザーですかね。左右のロールを押さえることができます。また今後入れていきます。これはオプション自分でやったんですけど、足回り防水塗装だけしておきました。雪国なんで道路に塩化カルシウムが巻かれていてすぐに錆びてしまいます。これで錆びには多少強くなっていると思います。あとはできるだけ雪道走った後は洗浄していきたいと思います。走行面で気になるのは高速道路の走りですよね。風の煽りどのぐらい煽られるのか、あとサイズが大きいんで一般駐車場ちゃんと止められるのか、この辺は実際に車尺に行って検証してきましたんで、また後日編集終わり次第配信します。まず入ってすぐこちらにあるのがメインスイッチになります。こちらでもスイッチ切れます。こうすると後ろの照明など全て切れます。で座席なんですけど、こちら1人助手席2人、間にもう1人3人座れます。これかなり自分夢だったんです。家族で前3人座るの。前のキャンピングカーライトキャバコンは前2人しか座れませんでしたんで、自分いつも前で1人でした。このキャンピングカーで3人で早く車中泊に行きたいです。まずはこちら、このダッシュボードも全てそうなんですけど、ウッドデッキパネルです。こちらオプションになってます。前のオーナーさんが付けられてました。こちらも外装同様レトロな感じがします。サイドのこういったところですね。こんな細かいところもウッドデッキパネルです。助手席側もです。やっぱりトラックがベースなんでトラック感はあるんですけど、こういったものがあると気分を高めてくれます。で嬉しかったポイントなんですけど、なんとこれクルコンついてます。ここに社外品のピボットのクルーズコントロールです。これ自分でつけようと思ってたんですけど、もうついてました。これはラッキーです。ちょっと見にくいんですけど、これがクルコンです。でこの下のボタンを押すと80キロ例えば走っていたら80キロでキープしてくれます。で上下で速度を変化します。で解除はもう一回これ長押しするか、ブレーキを踏むか、もう一つここにコントロールがありますんで、これを押すと解除されます。で解除されてもこの上のボタン、レースボタンって書いてるんですけど、これを押すとまだ先ほど設定した速度で走行してくれます。このクルーズコントローラーはスロコンも兼ねているタイプでした。なのでスポーツモードやエコモード、ノーマルモード、この3つのアクセルレスポンスで運転をサポートしてくれます。で乗ってみた感じ、やっぱりキャンピングカー独特の視覚ですね。この左後方が見にくいんで、これはなんかもう一個ミラーを追加したいです。他スイッチ類なんですけど、こちらミラー格納ボタンで、こちらはアイドリングアップボタンです。冬場などエンジンが冷え切っている時に使えます。でこちらなんですけど、排出ガス浄化スイッチとなります。自分ディーゼル車初めてなんですけど、この車はアドブルーがありません。基本的にディーゼルの裾は自動的に燃焼してくれるそうなんですが、 DPF 再生不十分とディスプレイに表示されたら手動で処理するようです。この辺ディーゼル車初めて所有するので、実際に体験しながら覚えていきます。いや、このレトロな感じいいですね。ソファーの色も落ち着きます。この家具も落ち着いた色合いです。窓が大きくて、で高さもありますんで、かなりよく景色が見えます。これから家族でいい景色が見れると思うとワクワクします。ダウンライトがたくさんついていて、非現実的空間といった感じです。これはテンション上がります。レイアウトは王道のセンターにダイネット、後ろにマルチルーム、
ギャレー、一番後ろはリア2段ベッド、そして前の方にバンクベッドです。普通このレイアウトはこのダイネットは狭くなるんですけど、これはサイドソファーがありますんでかなり広く感じます。全長が516センチ、少し伸びるだけでこんなにも変わるんですね。前に所有していたライトキャブコンや5メーター以下のカムロードの場合、このスペースちょっと短くなるんで、電子レンジや下駄箱、テレビ台などが置かれているパターンが多いです。このサイドソファーをここまで延長できますんで、横になって眠れそうです。ライトキャブコン、マツダボンゴベースのキャンピングカーからこのカムロードベースのキャンピングカーに変わって思ったのが、前方の運転席の見え方全然違います。ライトキャブコン結構その運転席が低かったんで地面の方しか見えなかったんですね。でもカムロードは前も高いんでちゃんと前方が見えます。これは後ろ乗ってる人は安心だし酔いにくいと思います。入り口なんですけど、靴が2足と子供用もう1足ぐらい置けそうですね。最近のキャンピングカーはここにももう一台あるんですけど、これは大タイプです。で、ここステップがあります。これは電動ではなくて手動で出し入れできます。ここに照明が所蔵あります。下駄箱っぽいのはないんですけど、すぐ横、ここは空洞になってますんで靴など置けます。あとはここですね、フロアのところ、ここに収納ありますんで、ここも靴が置けそうです。ドアはこちらを下に下げると外れますんで網戸になります。で、鍵はなんとこれ集中ドアロックです。運転席のドアをロックするとこちらも自動でロックされます。これなんと標準装備なんですね。さすがフル装備のキャンピングカーです。ドアのすぐ横、こちらなんですけど、ポーチライトは外のライトです。で、ここがメインスイッチになります。これを消すともうすべての電源が切れます。このセカンドシート2人、サードシート2人、乗車定員4人座れます。サードシートは3点式シートベルトなんで、チャイルドシートも装着できます。セカンドシートは2点式のシートベルトです。で、運転席前方の方に3人座れますんで、ここ3人と後ろ4人で合計7名乗車です。この運転席の横の中央の席はこんな感じですぐ倒せますんで、このまま雨の日など運転席に行くことができます。セカンドシートのすぐ後ろ、ここ本立てがあります。取説とかここ置けますんで助かります。この入り口のドアが前の方でなくて後ろの方にありますんで、かなり広く感じます。この王道のセンターダイネットのキャンピングカーの中では一番広いんじゃないでしょうか。このサイドソファーをこんな感じで前に拡張することができます。これ横向き何センチか測ってみます。ちょうど180ぐらいですね。自分は身長170センチなんですけど、足を伸ばして眠れます。日本人男性平均ぐらいの身長であれば問題なく眠れそうです。ここで子供が寝て、でこちら側で大人が晩酌することもできます。このサイドソファーがあるのは昔のジル520で、現行のジル520はありません。もうこのセカンドシートがこの端までつながってます。で、入り口がもうちょっとこの辺で、ここはソファーがない状態です。テーブルと窓の間のこのサイドカウンター、これかなり長くて端から端まであります。で、ドリンクホルダーがあって、この窓の横にはなんとこんな感じでフックがあります。フックをかけたりカバンをかけるのに便利そうです。こんな感じで純正でやっていただけるとすごい自然なんでありがたいですね。そしてダイネットスペースには一番大きい窓、こちらアクリル二重窓で結露や断熱に強い窓です。今網戸になっていって、で下こちら上げるとシェードになります。そして押してあげると窓が開きます。こちら1段階だけ止まります。でこの窓は走行中は開けることができません。サイドソファーの上には大きい液晶テレビがあります。で屋根には衛星放送のアンテナもあり、スピーカーも2箇所設置されてます。前のオーナーさんはここでいい音でテレビを見てキャンピングカーライフを楽しんでいたようです。自分はキャンピングカーでは晩酌が一番楽しみです。人それぞれキャンピングカーの過ごし方がありますね。中古車は前のオーナーさんのキャンピングカーの楽しみ方もわかるのが面白いですね。ダイネットの上には照明と換気扇、これマックスファンは当時オプションだったんですけど、もう設置されていました。家庭用エアコンはこのダイネットのすぐ上、直接風が当たる位置にあります。こちらは当時標準装備でした。確かキャンピングカーに家庭用エアコン初めて付けられたのがバンテックのジル520だったと思います。今ではもう当たり前のようについてますもんね。自分も次のキャンピングカー買うときはこの家庭エアコンが必須条件でした。こんな感じで収納の中に
収まってますんで、かなりおしゃれですよね。で、片側半分だけこのダイニングスペース。もう半分は奥の方に行きます。ここをずっと通って、でリアベッドの上段に吹き出し口があります。でこちらの車両なんですけど、走行時、夏場などリアクーラーがないですね、走行用の。前の車はこの辺にリアクーラーがあって、後ろでも快適に過ごせました。なので夏場の走行時、後ろに人乗るときは、この家庭用エアコンを使うことになります。エアコンの電源はサブバッテリー、このセカンドシートの下に鉛バッテリーが入ってるんですけど、そちらを使います。ただそうなると、旅中サブバッテリーの容量がどんどん減っていきます。バンテックさんは、それを解決するために、サブバッテリー経由でエアコンを使わずに、エンジンが始動しているときにできたオルタネーターからの発電、電気をサブバッテリーを経由せずに、そのままインバーター通って家庭エアコンつけれるようになります。インバーターはバッテリー DC から AC に変換してくれて家庭用のコンセントが使えます。普通はサブバッテリーからインバーターに行くんですけど、走行発電、カムロードのオルタネーターから直接インバーターに行きますんで、サブバッテリーの容量は関係なく永遠にエアコンを使用することができます。ただ気になるのが、やっぱりこのエアコンも使うんですけど、サブバッテリーも電気充電してほしいんですよね。この辺自分はこのバンテックさんのデュアルソースエアコンシステム初めて使用しますので、実際に試しながら動画でまたお伝えしたいと思います。今回のキャンピングカー選びでこだわったポイント、マルチルームです。トイレは標準装備で付いていたカセットトイレです。中古なので変えようかなと思ったんですけど、綺麗なのでそのまま使ってみて気になれば交換したいと思います。トイレの水はここを押すと電動で流れます。で、汚物が溜まってくるとここに印が出ます。汚物タンクの容量は17リッターです。これを正面に回して、でこれで広く使えます。で、水流して、ここの弁をこうやって開くと、汚物と水が全部下のタンクに行きます。汚物タンクと水には専用のリンスや薬剤を入れます。なので、匂いをしないという噂なんですけど、ちょっと今回初めて使います。しばらく使ってみて、使いにくかったら外すのも検討します。今までずっとラップポンというトイレ使っていました。防臭袋に凝固剤入れて固めるタイプのトイレでした。処理がすごい楽なんですよね。ただコストが高くてゴミが出るので、長期旅はこのカセットトイレが使い勝手良さそうです。この辺もまた動画にしていきます。シャワーなんですけど、レバーはここにあります。で、お湯とお水の混合線です。シャワーはここにあり、これ上下移動。これと角度が調整できます。温水ボイラーが約20リッターで、水も混ざりますんで、2回分のシャワーは浴びれるかなといったところです。でこれシャワーカーテンなんですけど、これは当時オプションでした。こちらももう設置されてました。上に換気口。こちら網戸があって、このまま上げると開きます。で、こちらも窓があります。これ伸ばして、これで固定します。これである程度換気はできると思います。こっち側は網戸あるんですけど、こっち側は網戸ありません。そしてもう水が入ってますね。これ抜けないんですよね。まあ中古車なんでこの辺は仕方ないかなと思います。普通に使う分は支障ないと思います。こちら側にガスで2口あります。で、こちらはシンクです。でガスはこちらにスイッチがあります。で、蛇口2つあるんですけど、こちら側が生活用水、お水と、で、混合泉のお湯が出ます。で、こっち側は清水タンク、リアベッドの下にあるタンクにつながってます。飲み水はきれいなお水、洗い物は生活用水タンクと2種類のお水を分けられます。生活用水はこのサード下にタンクがあります。これですね。ちょっとアクセスは悪いんですけど、お水入れるのは外から入れられます。で、コンロの上にレンジフードがあります。これ、電気ついて、これで換気扇が回ります。自分車内調理もしますんで、このレンジフードはかなり欲しかった装備です。メンテナンス性は気になりますが、ガンガン使っていってその辺も確かめていきます。冷蔵庫は DC12V 電源でサブバッテリーから電源を取ります。で、容量は90リッターと結構大きいです。1段、2段、3段、4段で、上は冷凍庫ですね。これなんかもうつまみ折れちゃってます。この辺は中古なんで仕方ないですね。でこっち側はドリンクが1、2で、一番上に小物が入れられます。前のキャンピングカーは冷蔵庫の容量40リッターで3人家族だと足りなかったんで、サブ冷蔵庫を持ってきてました。なので今回は1台でいけそうです。これは助かります。で、これすごいいいなと思った仕組みが、ロックはこのピンを上にして外して開けるんですけど、2つあります。なんでちょっと開けてロックすることができるんですね。
これめっちゃいいです。というのも旅から帰ってきて冷蔵庫を閉めたままにしておくとカビだらけになるんですよね。なんで開けて放置しないといけません。でもこれならこのハーフロック、この状態で放置できます。これはよく考えられてますね。で調理台がちょっと少ないんですけど、ここ横こんな感じで延長することもできます。で足元にはこれガスの警報器があります。上には電子レンジがあります。こちらはオプションですがすでに設置されていました。このシンク周りのスイッチ関連なんですけど、バンテックさんはスイッチを入り口に集中するんではなくて、その使う機器の前にスイッチがあります。これは使い勝手良さそうですね。一番左からこれはガスのオンオフスイッチがあります。でこちらは温水ボイラーのスイッチ、水道ポンプ、ダウンライトギャレー、これはここの上に照明があります。そして生活用水67リッターのタンクの容量が一目でわかります。一番右がこれバッテリーのメーターですね。ボトロニックの昔のタイプです。この一番左スイッチを押すと現在のボルトがわかります。で真ん中を押すと現在の消費しているアンペアですね。チャージか消費しているかわかります。一番右にすると何アンペア容量今あるかわかります。現在300アンペアアワーですね。そしてこの温水ボイラーなんですけど、今回初めて使いますんでいろいろ勉強しました。この蛇口とシャワーで温かいお湯が出る温水ボイラーなんですけど、温め方は LP ガスとラジエーターです。ラジエーターは走行中のエンジンの熱を利用しますんでかなりエコです。燃料が軽油ということになりますんで災害時も強そうですね。現行の JIL520 はラジエーターと電気、外部電源つないでいる時に使用できます。なので停車中どこでもお湯を温められるのはガスだけなんですね。仕組みなんですけど、生活用水タンクから水が温水ボイラーに移動します。ボイラーの容量は約20リッターで約70度に温められます。このレバーを一番上までしたら普通の生活用水と混ざって温水が出てきます。で気になったのは温水ボイラーに直接水を入れることができないそうです。生活用水から水が注入される仕組みのようです。そしてこの生活用水のタンクのメーターはあるんですけど、温水ボイラーのタンクのメーターはありません。これ不便そうなんですけど、実際に使って慣れていくしかないですね。温水ボイラータンク自体は断熱材がしっかり巻き付けられているので、かなり長い時間暖かい状態はキープできるそうです。ちなみに水からお湯に温める時間はガスで20分から40分ほどらしいです。電気の場合はかなり長くてガスの3倍以上かかるみたいです。車内で温水が使えるということでかなりキャンピングカーライフが変わりそうなんですが、デメリットもあります。ボイラーはお湯を使う予定がなくても強制的に温められます。なので夏もボイラーにお水があればお湯が温まります。なんか暑い夏に熱源が車になるのは嫌な気がしますが、どうなんでしょう。夏になってみないとわかんないですね。そして寒い場所では凍結するようです。ボイラーに向かっている配管とボイラー自体の水抜きも必要ということです。シャワーなどはかなり快適で楽しみなんですが、温水ボイラーは初めてのシステムなので実際に使っていって使い心地をまた動画でお伝えします。サブバッテリーはこのセカンドシートの下にあります。ここに鉛バッテリー容量約 100Ah が3台あります。これ元から3台だったんですけど、もうかなり劣化していたんでサービスで藤川さんが新品に変えてくれました。この鉛バッテリー3台というのは当時標準装備でした。今でこそ当たり前の容量ですが、当時はかなり大容量だったと思います。家庭用エアコン一晩ぐらいはこの標準の鉛バッテリーで持つと思います。そのうち大容量のリチウムバッテリーに変えたいと思います。このサブバッテリーぐらい大きいの、こちらは 1500W のインバーターです。でこのセカンドシートの横、サイドソファーの下が空いてるんですよね。なのでバッテリーも拡張できそうです。でここですよね。サイドシートとセカンドシートの間、ここもソファーにしちゃうならもう収納にできますんで、ここにもバッテリー置くことができます。これは夢が広がります。超大容量の最新鋭バッテリーシステム組んでみたいですね。このバッテリーシステムですごいいいなと思ったのが、ここなんと開きます。こんな感じでメンテしやすいんですよね。こちらはよく考えられてるなと思いました。そしてバッテリーの充電システムなんですけど、外部充電とあとはソーラーからの充電、そして走行充電。このカムロードは走行充電オルタネーターの発電量がかなり大きいんですよね。12V 130A です。ここにオルタネーターの性能テストレポートがあります。で見ると 13V でエンジン回転数が1600、これ巡航速度ぐらいの回転数なんですけど、出力電流が 81.5A、ワットに換算すると約 1000W 発電されます。2000回転ぐらいだったら 108A 出力電流あります。約 1400W 発電されます。今までは走行充電の発電量が低くて走行充電量に悩まされていたので、かなり改善されそうです。
この辺も検証していくのが楽しみです。で、こちらインバーターのスイッチがあって、こちらで AC コンセントが使えるようになります。で、その上に FF ヒーターのスイッチがあります。燃料のディーゼルを使います。一晩つけっぱなしでも2リッターぐらいの消費なんで、かなりコストが安いです。FF ヒーターの温風の吹き出し口がこのメインのソファーの足元あたりとリアベッドの下、そして嬉しいのがマルチルームにも風が出るようになってます。こちらは温風来ないように閉めることもできます。で、こうすると風が来ます。せっかくシャワーが浴びれても冬場はこの中かなり寒くなりますんで、この FF ヒーターのマルチルームでの温風出口はかなり助かります。収納はいろんなところにあります。まず一番使い勝手良さそうなこのダイニングソファーの上ですね。かなり広い収納が2つあります。で、この下も小物が入ります。で、テーブルの下、ここも収納があります。で、ここのスイッチを押すと、ここも雑誌など収納できます。で、シート下は、こちらは生活用水、こちらはバッテリーなんで、このサイドシートの下だけ今のところ収納で使えます。で、ギャレーの上にも収納があります。こちらは換気扇がありますんで、こんなダクトが通ってます。ただ横は奥行きありますんで、いろいろ置けそうです。シンクの下にも引き出し式の収納あります。これかなり大容量なんで、こちらはお皿やラップなどキッチン用品を収納するのに重宝しそうです。マルチルームの上の方にも小物入れれる収納があります。リアベッドの下ですね。こちらがこのキャンピングカーで一番大きい収納です。これはかなりのキャンプ用品などいろんなものが置けそうです。で、外からもアクセスできますんで、使い勝手は良さそうです。リアベッド下段なんですけど、2つ収納あります。で、反対側は小物入れられますね。ここにちょっとしたスペースありますんで、スマホとか置くの良さそうです。これ見ながら寝たらかなり気持ちよく眠れそうですね。そしてリアベッドの上段なんですけど、あちら側に小物入れ収納があります。で、反対側、こっち側は何もないですね。窓はすべてアクリル二重窓で断熱や結露に強い窓になっています。で、こんな感じでレースカーテンが付けられています。これネジで打ち込んでますんで、多分もうバンテックさんで付けられたのかなと思います。これは結構ありがたいですね。そのまま使わせていただきます。窓は全部で10個あります。まず一番大きいのがこのダイネットの窓ですね。で、反対が入り口の横に小さい窓が1つ。こちらは跳ね上げ式の窓ではなくて、このスライド式になってます。なので走行中も開けることができます。そしてキッチンに1つ、リアベッドの下段に1つ、反対側にもう1つ、リアベッドの上段に1つ、マルチルームに1つ、で、バンクベッドに2つあります。ベッドは3箇所あります。バンクベッド、ダイネットのソファーベッド、そしてリアベッド。全長が長い516センチなんで、リアベッドに恩恵が一番出ています。この下段の横幅、実寸で 81.5 センチあります。で、長さは約190センチです。上段も長さは一緒の190なんですけど、この横幅が少し広くて83センチあります。この下段の方は、リアのテールランプの配線系を収納するこの棚がありますんで、その分で少しだけ狭くなっているようです。いやー、これね、寝てみたんですけど、もう最高です、本当に。十分寝返りも打てます。マットも5、6センチありますんで、快適に眠れます。で、寝転んでみて、高さも結構あります。手伸ばして、この手の甲、下ら辺がつくぐらいありますんで、圧迫感は全然ありません。オプション装備なんですが、カーテンも設置されています。これも前のオーナーさんがつけてくれてました。こうしてみると、かなり落ち着いた空間で、キャンピングカーでもプライベート空間が出来上がります。上段にもカーテンが設置されてます。これは嬉しいですね。ちょっと柄がレトロな感じがしますんで、こちらは自分の好きなカーテンに今後変えていってもいいかもしれません。この上段のベッドは上に跳ね上げることができます。こんな感じでダンパーがありますんで、上で固定されます。この状態だと下の下段ベッドはかなり開放的になります。で、前のエアコンの送風口がここから出てくるんですけど、こうベッドを跳ね上げるとここに当たって下に降りるんで、下段の人も快適に眠れそうです。次バンクベッドなんですけど、こちらもかなり広いです。こちらのマットはソファーベッドで使えますんで、一旦下ろしておきます。バンクベッドの展開はすごい簡単で、ここのロックを外します。引くだけです。あとはこの2つのマットをはめるだけです。はしごをここにかけて登ります。このバンクベッドは本当に広いので、家族車中泊では大活躍しそうです。横幅が実寸で約
188センチ。奥行きが実寸で約184センチです。なのでこのキャンピングカーの進行方向に足を向けて寝ることもできるし、こう横向きに寝ることもできます。この進行方向に寝ると少し天井が足元低くなってますんで、ちょっと当たる時もあります。なので自分だったらこの横向きで寝ると思います。でバンクベッドの高さ、こちらは実寸で63センチです。やっぱり高さがないと圧迫感があって寝る人を選ぶんですけど、このぐらい高かったら誰でも眠れると思います。大人だったらこの進行方向に足を向けて寝るので、横に2人と3人ぐらいはいけます。これ嬉しいのが落下防止の網があります。こんな感じで簡単に装着できます。これだったら酔っ払っても安心してバンクベッドで眠れますね。でカーテンもあります。これ眠るとき以外にも夏場エアコン使うときもここを閉めておけば、こちら側の空間が狭まってエアコンの効きが良くなると思います。照明も手元にあって、これでオフとこういった豆球にもできます。これはすごいありがたいですよね。せっかく寝る準備に入っても電球消すのでまた下降りてしまうと目が覚めてしまいます。そして最後にダイニングソファーのベッド展開です。まずはテーブルを外します。この足なんですけど、下に引っ張ってで折りたたみます。テーブルのロック2箇所外します。でこれで外れます。でソファーの下にはめます。そしてこれ通常背もたれをこの間にはめて完成なんですけど、こういったクッションが一つありました。これオプションなのか標準なのかちょっと不明なんですけど、これがちょうどここにはまります。この状態でもうベッドが完成します。背もたれを外さなくていいのはかなり便利です。チャイルドシートなど設置していると結構取り外すの面倒なんですよね。この状態で実寸いくらなのか測ってみます。これで長さが約170センチ、横幅は約84センチ。横幅は十分なんですけど、長さが170センチなんで自分はちょっときついですね。このマット1個11センチ厚みありますんで、これを外せば180センチになります。こちらのマットも外すと約長さ193センチのベッドになります。そしてこのサイドソファーを展開した状態にオプションのマット、これ下が硬い木でできたマットです。こちらもありました。でこの2つのマットをここにはめると、こうするとこの横に180センチありますんで、ここに1人でここに1人と2人眠ることができます。この冷蔵庫あるんですけど、フルフラットにしても開くように設計されています。これは嬉しいですね。ただその代わりここの幅が少し狭くなってて157センチです、実寸で。あとはここに出っ張りがありますんで、頭をこっちにして足をこっちにする方が良さそうです。こっちがもう頭こっちですね。で足こっちです。もしくはここ大人1名寝て、こっちですね、こっちを子供150センチぐらいまででしたら眠れます。このダイネットのソファーベッドの展開も結構簡単だったんで、バンクベッドやリアベッド以外にもこのソファーベッドも頻繁に使うかもしれません。家族で使うときは現在自分の家族3人なんで、この状態が一番多いかなと思います。この状態でしたら高速道路走行中眠たくなったら15分睡眠よく自分するんですけど、もうここ移動してここでそのまま寝てまた出発できます。リアベッドまで行かなくていいのと、リアベッドは結構寒かったり暑かったりしますんで、運転席やダイネットが暖房で温まった状態ですぐに仮眠できるのはありがたいです。はい、あとはこういった仕切りカーテンが2つありました。これはホックで留めるカーテンで、運転席との仕切りカーテンになります。あともう一つ、こちらは入り口ですね。これで目隠しができます。これはこんな感じでもう巻いてマジックテープか何かで留めておくのが使い勝手良さそうです。それではジル520納車されて実際に触れてから気づいたメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットからです。このバックミラーモニター、やっぱりすごい小さくて見にくいです。これよくキャンピングカーで採用されているバックミラーモニターなんですけど、すごいちっちゃいんですよね。距離感がつかみにくいです。で結構離れてるなと思って実際ミラーで見るとめっちゃ近かったりします。ちょうどいい車間距離だなと思っても、このバックミラーモニターで見るともう点のようにしか見えません。マイナーライトキャブカも最初この形だったんですごい見にくかったんで、普通に Amazon で買ってバックミラーモニター乗用車みたいな感じのやつをつけたんですけど、最初はねすごい見やすかったんですけど、氷点下になると映らなくなってしまいました。やっぱり Amazon で安いやつっていうのは雪国では使えなかったり、実際に使わないとわからない不具合があるんですね。
なんかいいのないですかね。探してみます。これは古いカムロードなんで普通のミラー鏡なんですけど、最新のカムロードはこれがもうデジタルインナーミラーみたいな感じでバックミラーモニターになってます。この辺は純正で装備されている最新のキャンピングカーは羨ましいです。次この運転席のメインスイッチなんですけど、ここで切れるんでかなり便利なんですけど、これ冷蔵庫も消えちゃいます。この後ろの入り口にあるメインスイッチと全く同じものなんで、車内の後ろの装備電気関係が全て消えてしまいます。旅中冷蔵庫は常に冷やしておきたいですよね。なのでメインスイッチオフは使えません。運転席にもあるせっかくいいシステムなんですが、少しもったいないなと思いました。冷蔵庫を使っている場合はこんな感じで各ところにあるスイッチを消していかないといけません。ちょっとこの辺はめんどくさいなと思いました。照明の数がかなりあります。冷蔵庫はつけたままで照明のスイッチだけ全部一気に消せるスイッチを DIY で作ってみたいと思います。次入り口なんですけど、やっぱりこれ1段しかないんで、靴2個大人置いちゃうともう入れなくなります。一旦靴をこういったところに収納するかですね。現行の GIL520 は2段になってますんで、それだったらここに靴入れてそのまま上がってこれます。1人2人では問題なさそうなんですけど、家族使いになると使い勝手悪そうなんで、ここは気になりました。次は水回り関係で気になった箇所です。生活用水のタンクですね。このサードシートの下にありますんで、アクセスがかなり悪いです。でもタンクの底にですね、水抜きの線があります。なので水抜きたいときはこのサードシート一旦ソファー上げて、木の板上げて、で手突っ込んで水を抜く感じになります。常時生活用水をこのタンクの中に入れておくとあまり良くないと聞いたんで、長期間使わないときは水を抜きたいと思います。なので頻繁に生活用水タンクにアクセスすることになると思うんですけど、特にチャイルドシートがあったら手間はさらにかかりそうです。次ボイラーなんですけど、これボイラーの方にタンクに水が溜まってるかどうかっていうのは、このレバーを上げて一番上の温水のところですね、ここまで行って水が出てるか確認しないといけません。というのも生活用水からボイラーに行きますんで、最初はレバーを上に上げても水が出ません。しばらくしてからゴボゴボって言って水が出たらボイラーのタンクにも水が張った証拠になります。しかもメーターの残量わかんないんで、やっぱり使い勝手悪いですよね。この辺は慣れていきたいと思います。ただ使い勝手悪いんですけど、それを上回る温水シャワーという魅力があります。次は収納なんですけど、このリアベッドの収納少し癖あります。この下段の下に広大な収納スペースあるんですけど、これこんな感じで手で持ってかないとダメなんですね。なんで片手で取る感じになります。でこんな感じでマットを移動して木の板をずらすこともできるんですけど、そうすれば両手で取れます。ここにね、なんかダンパーとかつけて固定できれば両手使えるんで、かなり使い勝手は良くなると思います。この点少し惜しいなと思いました。逆にこの上段はダンパーがあるんで、ここで固定されます。なのでこの辺は収納として使えます。自分は3人家族なんで、このリアベッド2段上の方は収納にすると思います。ただですね、このダンパーが結構弱くてすぐこんな感じで降りてきます。なので走行中上げることができません。しかもこれ上げるときマットをですね、こんな感じで、通常これなんですけど、これだとダンパーで固定できません。こう折りたたんでダンパーで固定されます。なのでこの奥の収納にアクセスしようと思うと、この2段ベッドの上段跳ね上げるんでマットを折りたたみます。なのでここはもう収納として使えないわけですね。かなりスペースが広いので、なんかもったいないなと思いました。ちょっと使い方癖ありますね。もうこれは跳ね上げないでこのまま固定して、ここに荷物を置いていく方がいいかもしれません。ただそうなるとクーラーの吹き出し口リアの方、こちら出るんですけど、リアベッドの上段の方に空気が溜まってしまって下段の方は暑いと思います。この夏を快適に過ごせる家庭用エアコンなんですけど、これも癖ありました。こちらパカって外れて掃除できるのかなと思ったんですけど、これネジになってます。なのでこれ全部外してでフィルターを掃除するしかありません。かなり手間ですね。そして根本的に冷えるのか気になります。この広い空間半分だけの風で冷えるのか。最近の夏は本当に暑いんで、前のライトキャブコンの時はこのリアベッドカーテンしてました。でもこれカーテンしても半分の冷風はリアに行きます。この辺は今年暑くなってみてから検証します。もしかしたらこのバンテックさんのボディはすごい断熱効果がある可能性があります。そうなると冷えると思います。あとは走行中にデュアルソースエアコンシステムですね。走行してエンジンからオルタネーター発電で
エアコンが使用できるんですけど、その時にバッテリーにどのぐらい充電されるのか、サブバッテリーの方ですね、こちらも充電しないと長期旅はできません。この辺も検証が必要ですね。次はメリットなんですけど、まず1つ目、やっぱり中古のコスパの良さですね。このフル装備のキャンピングカー、今買うと1000万は軽く超えます。そしてさらにこの動画で紹介した通り、オプションが多数ついてます。この辺は中古の良さですね。新車でつけていくとどんどん価格が跳ね上がってきます。2つ目はこのやっぱりサイドソファーですね。お子さんがいる家庭にはこれ絶対重宝します。当初購入を考えていたリアエントランスモデルなんですけど、そのリアエントランスの場合はこの横に常設ベッドっぽいソファーがあって、その横にこういった大ネットがあります。そこまでは広くないにしても、ここで子供が寝ながらこっちでくつろげる大ネットスペースがあるのはこのサイドソファーのおかげだと思います。そしてリアエントランスに負けないぐらいのこの開放感ですよね。こっち側は広いんですけど、こっちが窓が少ないモデルが多いです。でもこちら側にしっかり2つの窓と、で入り口のドアも窓がついてます。なので駐車の向きによっては絶景が見れない場所もあるんですけど、どの方向でも絶景が見れそうです。次のメリットはこのリアの常設ベッドの横幅の広さですね。これは全長516センチのキャンピングカーを買って本当に良かったなと思うところです。多分自分はよくここで寝ると思いますんで、これからの旅が楽しみです。次良かったなと思うのがこのテーブルなんですけど、これちょっと上げてあげて横に押すと移動します。こっち側にも移動します。でこんな感じで最後は落ちないようになっています。このロックのシステムは初めてです。バンテックさんのキャンピングカーではよく採用されています。今まではこの上にスイッチがあってガチャンって止めるタイプでした。その場合は横に動きにくくなります。これ普通に動くんでいいなと思いました。入る時とか広くなっていいですよね。ただこの横に動くっていうのが本当に合ってるのか、ただ劣化でそうなってるのかちょっと今は分かりません。これはそういう動く仕様なのか劣化してしまったのか自分では分かんないので、もしご存知の方いましたらコメントで教えてください。こんな感じで全長が5メーターより少し長いだけで様々なメリットがありました。ただ気になるのが街乗り走行ですよね。特にスーパーなどの駐車、普段使いでも使いたいんですけど、旅の途中いろいろ寄りたいのでその辺も気になりますよね。実はもう車中泊して徹底的に検証してきました。そちらの様子はまた編集終わり次第配信します。今後のジルはですね、まずは電気系大容量に DIY 車です。リチウムバッテリー 800A ぐらい、ワットアワーで1万ワットアワーぐらい積みたいですね。そちらも動画にします。はい、次はミゼット2の内外装紹介なんですけど、動画長くなるので来週別の動画でお送りします。その後に先日納車時撮影した納車車中泊動画配信予定です。ぜひチャンネル登録して動画のチェックよろしくお願いします。中古キャンピングカー今納車されました。